ちゃ重そうですね。そうプルプルしてるね。天丼いきます。美味しい。失礼します。お待たせしました。冷やしそばと韓国天丼です。はい、お願いします。結構珍しいうどんがいっぱいあるので、めちゃめちゃ美味しい。ボリュームがすごいところですね。美味しいです。お待たせしました。代々木セットのそばの醤油です。テイクアウトです。厨房すごい綺麗ですね。今年の1月末にできたばっかりなんで。こんな感じです。食用豚足っていうので全部毛が処理されてたりとかしてて食べやすいように本当はこれで1個なんですけどこれをこうカットしてもらってる。結構ボリュームありますね。まあまあ大きい方だと思います。カレーサバです。みんないろいろ入れたりしますけどこれが一番僕は大好きです。一日どのぐらい炊くんですか。1.5 升ぐらいか2升とか。結構ご飯と一緒に食べる方多いんですか。天丼がよく出るんで、4名様来て4名様とも天丼だったりもするんでそうなるとやっぱどんどんご飯の出数多くなりますね。一番売りにしてるのって何なんですか。豚足ですよね。豚足はラーメン屋さんの時から。いや全然関係ないです。自分がただ好きだっただけで大阪の角屋さんっていう店によく行っててそこで豚足を食べてすごいなって思ってから作り始めたような感じです。これは何ですか。濃い口の甘みが多い醤油ですね。アミノ酸系の醤油なんで何に使われるんですか。うどんにも使いますし天丼とかにも使いますし。朝はほとんど来ないですね。5、6人ってところですかね。もちろんゼロもありますけど。なんで朝開けてるんですか。仕込みやってて朝何もすることなかったら開けとけばいいじゃんっていうような感覚と正直小牧のラーメン屋で朝やっててお客さん結構来てたもんですからだったらやろうかなみたいなとこですかね。小牧のラーメン屋さんって朝何時からやってるんですか。朝7時からやってました。過去形ですけど今はもうやられてないんですか。そうですね僕がやってたんで。ラーメン屋さんをやられてるっていうことなんですけど、そうですね。今何店舗でどこにあるかっていうのを
えてもらってもいいですか？愛知県小牧市、江南市、一宮、フランチャイズで1軒岐阜県の中津川にありますね。ラーメン屋のお名前聞いてもいいですか？鶏そば唐揚げ専門店ラーメン恵比寿というお店ですね。ラーメン屋さんはいつから始められたんですか？僕が開業したものではないんですよ。もともと先輩と一緒にやってたのが最終的に僕が経営するという形になっちゃったんで、だからちょっとこの辺難しいですね。一番最初に恵比寿の本店ができたのが9年前なんで。もともとラーメン屋なんで。すごい早く溶けるんですね。コラーゲンの塊、油の塊とは違うんですけど似たような感じですよね、溶け方は。じゃあ見た目よりは脂っこくない。食べたら分かると思うんですけど全然脂っこくはないです。うどん屋でもちょっと変わってて、返しを選べるんですよ。こっちが塩でこっちが醤油なんですけど、できた塩だれです。よいひさんっていう名前ちょっと変わってるじゃないですか、はい、込められた思いみたいなのって聞いてもいいですか？良い一日っていうのもあるんですけど、よって吉田って僕の友達と、僕が功っていう名前で、もう一人弘和っていう名前を3人組み合わせて良い日になったっていうのも一つの理由であって、その弘和っていう僕の友達がここのお店を作ってくれて、吉田っていうものは今僕と一緒に飲食店やってるんで、3人ずっと仲良かったんで、その3人が集まってお店を開いたという感じですかね。面白いですね。これは前日とかに。そうですね。32からもう地獄のような生活です。32からそこの会社でラーメン屋をやってたんですけど、5年間もほぼ本当に突っ走ってました。東京に修行出されて半年修行して帰ってきて新店舗オープンして、あの時もう出勤時間だと朝の8時から夜中の2時とか、もうそれぐらいでしたよね。休みも結局できなかった仕込みとかやってたんで、ほぼ休まず各クロードでどんどん痩せていきみたいな昔は当たり前だったんで、それが頑張れた理由とかってあるんですか？とにかく面白かったです。苦痛とかって全然なかったです。とにかく使命感でやってたっていう感じです。自分でも記憶にないんですけど、中学校の時に友達にラーメン屋になるって言ってたらしいです。そうなるべくしてなったようなところがあるかもしれないです。その経験が今に生きてる。そうですね。その時の社長から教わってたのが、とにかく日々進化しないとダメ。スープも毎日一緒なものを作るのが普通の人たちの考え方なんでしょうけど、その社長は今日よりも明日の方がうまくなきゃいけないっていう考え方なんで、いろいろ変化させるっていうことはもう身についた部分はありますね。天ぷらとかでこだわりってありますか？サクッと上がるような仕上がりにはなってます。やっぱりベトッとしてたら全然美味しくないんで、油のいい悪いで全然変わっちゃうんで、そこが一番難しいですよね。学生さんですか？はい、4年生です。でも次就職決まってるんですか？あ、そうです。ちなみに職種は何になるんですか？看護師。今日はお休みですか？もうほぼ大学ないので、平日は結構入ってます。勤務されて長いんですか？ここはオープンした時からいるので、10ヶ月ぐらい。働きやすいですか？はい。みんな優しいので。あ、そうなんですね。はい。これ豚の頭です。肉うどんとかに使ってます。ちょっと珍しいですね、頭とか。
いらっしゃいませ。もう先週紹介です。ありがとうございます。はいどうぞ。失礼します。じゃあ、お先に完食ですね。お召し上がりです。生ビールになります。まずこちらの味噌だれでお召し上がりで、あちらの食べ方が上の手の上からここから召し上がり。取材したい対象のお店さん。結構いろいろ担当されるんですね。いや、そうですね。天ぷらやったり、ホール行ったり。これは酒粕の味噌鍋ですね。酒粕と味噌、だしとかも入ってるんですか？そうです。めちゃくちゃ体にいいです。だしは豚足のだしですか？和風のだしですね。酒粕って飲む天敵って言われてるらしいです。昔建築屋の親方に作ってもらって酒粕の鍋を食べた時に酒の味しかしなくてむちゃくちゃ毛嫌いしてたんですけど、京都で割烹料理屋さんで働いてた方に「いやそんなことないから作ってあげるから食べて」って言われて食べてもドハマりしました。こちらにお鍋になります。ゆうひさんよく来られるんですか？まだ4回目ぐらい。お好きなところって何かございますか？メニューが豊富で美味しいところ、ボリュームがすごいところですね。豚足も他ではあんまりないですし、鍋の種類も豊富なんで美味しいです。油と水が分離してるんでそこをもう一回乳化させてるんです。いいよね。ないこれぞ濃厚。ありがとうございました。もたです。はい、ありがとうございます。皆さ皆様、3キロの。注文したんですけど、この席だと狭いんで多分途中切ってもらった方がいい。ごめんなさい。天丼ですか？そうです。豚足が乗った味噌みたいな。
ちゃ重そうです。そうプルプルしてるね。さっきこっち行って豚やろう。はい上ね。失礼します。豚野郎の大盛りとニンニクマステ。もう僕味噌天丼お待たせです。こっちの手前の方に大丈夫ですか？はい。牛丼豚野郎ですね。生卵にニンニクにします。チーズトッピングですね。いらっしゃいませ。はい、お好きな席どうぞ。はい、コラーゲンうどんです。豚足天入りでよろしいですかね。かき揚げ単品で出てますか？お客さんが載ってる写真見て違いましたけど。いらっしゃいませ。今何やってるんですか？これはランチでテイクアウトドリンクっていうドリンクをお客さんに出すんですけど、それをストックしたいと思います。たまり醤油。背脂です。おすすめとかあります？個人的にコラーゲンが特製肉付きそばってやつが結構好きで、結構珍しいうどんがいっぱいあるので美味しいです。美味しいですか？めちゃめちゃ美味しい。よいひさんをじゃあ創業したきっかけを教えてもらっていいですか？もともと自分が地元にあったうどん屋さんが好きなところがあったんですけど、将来そういううどん屋もやりたいなっていうのがちょっと頭にありまして、この物件に出会ったんですけど、近隣にラーメン店が多すぎて、今回思い切ってラーメンからうどんに変えて出店したっていう形ですね。結構二郎系出ます。めちゃくちゃ出ます。なんでこんなに出るのっていうぐらい出る時ありますね。はい、お願いします。
お料理で特にこだわってる部分とかってございますか？世の中にあんまりないもの、ない味付け商品を作っていきたい。今までのうどんそばの固定概念、和だしを使ったものっていうのがほとんどなんですけど、そういうものをラーメン寄りにしたような感じで、新しいそばとかうどんができたらいいなっていうふうに思ってるんで、そういうメニュー構成にはなってるかなと思いますね。汁なし豚やろうかな。持っていってもらっていい？失礼します。お待たせしました。冷やしカレーそばセットですね。ライスチップになります。天丼ボリュームすごいですね。すごいですね。やっぱり見た目豪華じゃないと食べ応えがあって、盛り付けてみて、うわこんなんなんだみたいな。予想よりもボリュームあったって感じですか？そうですね。意外とみんな安いって言われるんですけど、僕実はあんまり天丼食べないんで一般的なその天丼の価格帯が分かんないんですよね。普通だったら天丼うち1000円ぐらいだったと思いますけど、1500円ぐらい取れるんじゃないのとかってよくみんなには言われますね。そんなにしていいのかって逆に思っちゃうんで天丼いきます。失礼いたします。はいはいお待たせしてます。水上天丼とテイクアウトドリンクですね。お帰りなさい。ドリンクどうぞ。ありがとう。美味しい。天丼よく頼まれますか？初めて。おすすめだね。お気に入りのメニューとかございます？そばとカレーうどんも美味しいし。結構な頻度で来られますか？そうだよね。来るときは1週間に1回とか。うどんとそばとコロコロ変えて。メニュー豊富だからいいですそうね。そうそうそう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。接客とかお店の運営で心がけてることとかってございますか？接客はやっぱりお客さんにおもてなしするっていうところを一番に考えてますんで、お客さんが帰られる際は必ずドアまで行ってお見送りするとか、例えば荷物を持ってたら荷物置きを持っていくとか、当たり前のことを徹底的にやるっていうのと、店内の清掃は十分に行って汚いところがないようにはしてますね。失礼します。お待たせしました。代々木セットのそばの醤油です。テイクアウトドリンクはお好きなタイミングで大丈夫ですので、こちらでお願いします。早速はこちらの味噌だれつけていただいて、その方がこちらの上に乗っているので、よかったら見ながらお召し上がりください。商品ドリンクからよろしく。代々木さんのお店のコンセプトじゃあ教えてもらっていいですか？ちっちゃいお子さんから年配さんまで来ていただいて、とにかくみんなが集まれる店にしたいなということで、どうしてもそばとかうどんってお昼は集客できるんですけど、夜が弱いのでお酒も飲めるお店にしてみんなが集まれるような感じのお店でありたいなっていうのと、だんだん高齢化になっていくに向けて脂っこいものを食べれなくなったりする年配さんたち向けの商品がちょっと多いかなと思うのと、自分が大阪で好きだった豚足をメインにしてどんどん自分で好きなものを集めていったらものすごい体にいいものになっちゃったっていうので、健康と美容と美味しいご飯っていう感じのコンセプトになってますね。失礼します。すみそうどんセットですね。はい。代々木さんのですね他店と比べてこれだけ負けないっていうところってありますか？
うどんそばっていう固定概念が全くないんで、いろんなものが作り出せるっていうのと、ラーメン店でいろいろ学んだ知識の部分でそれを組み合わせていろんな商品が出来上がってくるんで、よそにないものを作っていけるような独創性があると思いますね。失礼します。創作系のおばんちゃんです。お疲れ様ですね。失礼します。今までの最大来店数教えていただきたいです。150人ぐらいですかね、1日でですけど、はい、来られる方の層としてはどういった方が多いですか？30代から50代の方、男性女性も合わせて一番多いですけど、最近は二郎系うどんなんかやり始めたところもあって、若い人たちも来ていただいたりとかするんですけど、土日になるとファミリー層がすごく多いなっていう感じですかね。失礼します。お待たせしました。冷やしそばと豚足天ぷらです。手前以上で間違いないですか？ゆうきさん、よく来られるんですか？週に1回か多いと2回3回行ってます。魅力って何かあります？こわもての大将が最初ちょっと話しかけづらいんですけど、喋ってみるとすごい気さくな人で、人柄と味は絶品なんで、豚足も食べられるし、そばもうどんも健康的で美味しいので通ってます。記憶に残ったお客さんとかっていらっしゃいますか？記憶に残ったお客さん、毎日来るお客さんですか？最近はちょっと来る回数は減ってますけど、毎日1日2回来たりとか、手土産持ってきたりだとか、そういうお客さんもいましたね。2回あったんですけど、入り口開けっぱにしてたらツバメが入ってきたっていうのがあったんですよ。そしたらお客さんが一生懸命ツバメを外に追いやってくれたりとか、結構協力的な方が多いなっていう印象で、ここのお店のお客さんの層がすごくいいなっていうのをすごく感じてるんで。豚野郎の豚足トッピングです。お待たせしました。失礼します。この豚野郎は何回か頼まれたことあるんですか？いや、初めて。あ、そうですか。うまそうだなと思って。いつも豚足は頼まれますか？うん、豚足が好きで、ここのやつうまいですね。今日は2時まででした。はい。いつもお昼だけですか？いつもは、いや、たまに平日だと夜も入ります。ゆうきさんこう創業した中で苦しかったところとか想像してなかったこととかってあるんですか？正直言ったらこの車の通りでこんだけ駐車場も広くて、うどんそばってそんなに懸念されるようなもんでもなく、オープンすればお客さん来るだろうなっていう解釈だったんですけど、始めた時はもう2ヶ月間全くお客さんが来なくてですね、本当にどうしようかっていうので広告打ったんですけど、お金を使って。だけど広告打っても来ないっていう状況で、本当に最初困りましたね。今は2ヶ月苦しかった時と比べてやっぱり良くはなってるって感じ？一般的に経営できるような売り上げまでは持ってきましたんで。何がきっかけだったんですか？やっぱり認知されるまでにものすごい時間がかかったのと、20年前ぐらいとかはオープンしたらお客さんなんで勝手に来るもんだっていう感じだったのが、今の飲食店ってだいぶレベルが求められたり、味のレベルだとか店の入りやすさだったりとか、いろんな角度でお客さんが分析して来店するようになってますんで、新しいものができたからっていって足を運んでくれるわけではないんだなっていうのがものすごい痛感した部分ですかね。
今来られてる常連さんに向けて伝えたいこととかってございますか？とにかく飽きないような限定メニューとかも今後作っていきたいんで、ちょこちょこ覗いていただければまたここ変わったんだなっていうふうに思っていただけるところが多いんで、見ていただきたいなと思いますね。